自分に可愛くない？自画自賛。見えます？ピント合ってます？ちょっとこれやってみたかったんですけど。河野まりかの声優プレイ、よいしょー。さあ今回はですね、バレンタインが近いということで、バレンタイン企画をやっていこうと思います。わー、皆さんバレンタインいつもどうお過ごしですか？私はですね、聞かれるといつも答えている小学生の頃のエピソードがあるんですけど、いつもね、なんか塾とかで一緒になる人がいたんですよ。で、これはいつもなんか子供ながらにお世話になってるし、この方にチョコをあげても不思議ではないんではないかって小学生マリカは思ったんですね。で、マリカはある日板チョコをね買って溶かしで作りましたよ。ハート型のチョコレート。もうアルミホイルにね、一生懸命ハートの形こう作って、形のこの中にチョコレート流し込んで出来上がったこのアルミホイルにくっついたハートのチョコレートを、あろうことかもうそこら辺のコンビニとかのレジ袋にそのままギュッて入れて、もう一生懸命肩結びに結んで、その人のお家まで行って、でピンポンってやったけどその人は出なかったの。だからそのお家の方にねお渡ししたと思うんですけど、後日美味しくいただいてくれたということで、ただそのビニール袋に入った話はずっともう小学校その後ずっと引きずられまして、軽くトラウマものでございます。小学1年生とか2年生の頃だと思うんですけど、私その子になんかすごい猛烈アタックしてた思い出があって、もう恥ずかしいです。今思うとなんであんなことしたのかなって思うんですけど、年賀状を1年に3枚くらい送ったことがあってもう思い出すだけで恥ずかしいんですけど、その人とはその後、はい、発展したんですか？結構転校族だったんですよ。っていうのもあって忘れてて、で中学の時に再会したんですね。再会した瞬間にあいつこいつのこと好きなんだってよって周りの人にバラされて、でもなんかその瞬間に一気に冷めたんですよ。本当に好きだったのかなってなっちゃって、そこに愛はあるんかって自分に問いかけましたね。今一度考えてなかったのかもしれない。ただもうちっちゃい頃の憧れとか人に対してね向ける恋心ってそういう感じですよね。もう独りよがりのものなんで、はい。なんとですね、今回いつもお世話になっている視聴者の皆さんにですね、私からチョコレートっていうのはちょっと難しいので、あるものをプレゼントしたいと思います。それがこちらです。じゃーん、マグカップ。イラスト付きのマグカップを3つ3名様にプレゼントしたいと思います。ではまず1つ目、ちょっとペンを入れていこうと思います。最初の人たちっていうのは思い切りが大事ですから、慎重にやっていっちゃうとね。全然可愛い可愛い、ほらほらって全然見えてないですけど、ピー。バレンタインの綴りが私英語ちょっと弱いんでわからないからカタカナで書けますねハッピーは英語なんですけどね。どうでっしゃろ。ほら、全然見えます？ピント合ってます？ちょっとこれやってみたかったんですけど、可愛いですね。これ本当に落ちなくなるんですかね。この後なんか焼いてくれるらしいんですけど、ちゃんとみんな使ってくれるのかしら。このなんか取っ手のところとかおしゃれにできたらいい感じですよね。はいあれなんか違う、思ってたのと違うけど、ちょっと見てください。この片方に愛が偏ってしまった感じ片方の愛が重いパターンのハートですね。これはテーマとかあったりしますか？テーマですか？ないですすごい細かいこと言っていいですか？なんでしょうか？それ、はい、右利きの人が持ったらどうなります？こうなりますよねうわー、なんでもっと早く言ってくれなかったんですか？もう左利き用になっちゃった裏側にサインすればいいんだ。そうだ
可愛くない？自画自賛。1個目できました。そこに愛はあるんかカップ。そこに愛はあるんかカップ。愛が偏ってしまっているっていうのもそうなんですけど、本当にそれは愛なんか、自分の押し付けの恋心じゃないんかっていう過去の自分に問いかける気持ちと、皆さんにそのエピソードを思い出してもらってフーフーフーって笑ってほしいなっていうあったかい気持ちをもとにですね、生み出されたデザインとね、ちょっとおしゃれにね、いやおしゃれ、見てこれがあるだけでちょっとそれっぽいですね。はい、出来上がりました。そこに愛はあるんカップ、お願いします。なんかこうデザインを描いていこうかなと思って、私のこの千鳥柄、これね、難しいですね、千鳥柄描ける限り今頑張って描いていこうと思います。なんかチョキみたいな、ちょっとできてるかわかんないですけど1個だと変だけど、並ぶとこうなるんです。皆さん、これすごい埋めるの大変だぞ。気づいちゃった。手抜いてません？抜いてないです。やっぱりマリカの M っぽくないですか？千鳥の形。あえて端っこを描かない感じがめっちゃおしゃれじゃないですか？ほら飛んでる千鳥が飛んでる。なんか商標登録されてたらちょっと引っかかっちゃうくらいの出来栄えなんですけど、大丈夫かな？大丈夫ですか？できました。千鳥が飛んだカップ、はいでございます。千鳥が飛んだカップ。この千鳥が並んでね、飛んでいる姿がちょっと縁起がいいじゃないですか。末広がりみたいな感じでね、タイも入れて、そっちから飲んでも千鳥は見えますよとはい、これが2つ目でございます。さあ最後はですね、私が考えてきたキャラクターを描こうと思うんですが、このねキャラクターは私が猫好きっていうところもあって、猫っぽいキャラクターにしたんですよ。あ、かわいいかわいい。昨日の夜何回も書き直して、もうサインくらい書いた。自分のサインくらい書き直して、どれが一番可愛いかなっていうのを研究しながらできました。ではお披露目したいと思います。私が考えたオリジナルキャラクター、ボマニャンです。ててーん、かわいいでしょ？ボマニャンです。ててーん。コントローラーの十字キーと A ボタン B ボタンを取り入れたつもりでですね、この配置にさせていただきました。そのボタンという意味のボと、あとマリカのマのマと、一応ね、誰に使われても私が作ったんだよって想起させるためのマです猫ちゃんなのでボマニャンということで、この口のところによく見ると M が隠れているのがコントローラーへの熱い思いをですね、ここに込めてボマニャンを制作しました。どうですか？はい、というわけでこちらの3つ、どれが欲しいかっていうのをですね、改めて皆さん概要欄とか確認してみて、自分でこれが欲しいよ、千鳥だよってね送っていただいて応募してみていただければと思います。というわけでやってまいりました、河野まりかの声優プレイ、いかがでしたでしょうか？今回もぜひグッドボタンを押していただければと思います。またお会いしましょう。バイバイ。高評価、チャンネル登録お願いします。